吉祥寺駅から歩いてすぐ、若者でにぎわう商店街を抜けると、都会とは思えないほど広大な緑が広がる。そこが井の頭恩賜公園、通称井の頭公園。カップルや家族連れ、一人静かに散歩する人たち。にぎやかな昼の顔はまるで東京のオアシスのようだ。だがこの公園にはある噂が昔からささやかれている。池に近づいてはいけない。夜に行くと戻ってこられない。あの池は何かを飲み込んでいる。これはその噂の真相に少しばかり近づいてしまった人間の話である。井の頭公園にはよくある迷信のような噂がある。それがカップルで行くと必ず別れるというものだ。統計的に見ればただの都市伝説かもしれない。しかし実際にあの池のボートに乗ったカップルの中には不思議な別れ方をした人も少なくない。ある女性は言う。ボートに乗っている最中、急に彼が無言になって、それっきり別人みたいになったんです。池の中央付近で何かを見た者たちは皆口を閉ざす。見えてはいけないものがそこにはあるのだろうか。昼の姿と違い、夜の井の頭公園は静かで異様なまでに暗い。公園の池沿いを歩いていると、水面に白い何かが浮いているのが見えることがある。白い布のような、女のような。深夜2時頃、池の中央で着物を着た女が沈んでいくのを見たという通報が過去に何度もあったという。だが警察が出動しても池には何もない。代わりに水面に広がる油のような膜と強い腐臭だけが残っている。1994年4月、公園の池で人間の肉片が次々と発見されるという前代未聞の事件が起きた。最初に見つかったのは池の表面に浮かぶ何かの塊。検査の結果、それは皮膚を丁寧に洗浄され脂肪も除去された人間の筋肉だった。その後、池や周辺から30個以上に分割された肉が見つかり、被害者は20代の男性と判明。奇妙なことに骨や内臓は一切発見されなかった。犯人は不明。警察は高度な解剖技術を持った者による犯行と推定したが、未解決のままだ。一説には公園に住み着いた何かに供物として捧げられたとささやかれている。これは私が学生時代に体験した話だ。当時吉祥寺に住んでいた私は
深夜の散歩が日課だった。ある晩、公園の池沿いを歩いていると、湖面に何かが浮いているのが見えた。人だった。女のように見えた。長い髪、白い服、じっとこちらを見ている。立ちすくんだ私の耳元で突然声がした。おいで。振り向いたが誰もいなかった。池に戻ると女はいなかった。水面には私の姿しか映っていなかった。それ以来夜の公園には一度も行っていない。あれが何だったのかは今もわからない。古くから日本では池や沼は異界との境目とされてきた。昔話でも池に引き込まれる話は数多く語られてきた。水は命を育むと同時に死者を返す場所でもある。井の頭池はその名の通り、かつて湧き水の頭だったという。つまり命の源でありながらどこか終わりを感じさせる水域なのだ。それはまるで最初から何かを招き入れるために存在していたかのように。昼の井の頭公園は本当に美しい。木漏れ日、笑い声、白鳥のボート。だが夜になるとこの場所の本性が現れる。静寂と濁った水面、誰かが立っている気配。あの池は今も何かを待っている。もしもあなたが深夜に池のほとりを歩くことがあれば、耳を澄まさないことをおすすめする。おいで。その声に決して振り向かぬように。おしまい。